どうも、ペッテンクルーのタイガです。今回もですね、先週の日曜日にお伺いした横浜ベイサイドアウトレットのその中で僕が気になったスニーカーですね、ご紹介いたします。前回はですね、ナイキさんオンリーでご紹介したんですけど、今回はアシックス、ニューバランス、プーマ、リーボック、アディダスですね。こちらの様子をお届けしたいと思います。では一緒に見ていきましょう。どうぞ。I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. はい、じゃあまずはアシックスからですね。店内そこまで広くはないですね。スニーカーに関してはやっぱりランニングシューズが結構メインにアウトレット品として落ちてきてました。アウトレット品でおなじみとなってるんですけど、ゲルマイなんかもありますね。はい、この辺りも気になるところではあるんですが、ゲルサガがあったんですよ。ゲルサガの180ですね。この辺り気になりました。で、僕が一番気になったのはもうオーソドックスなゲルサガですね。イエローがいい色です。では続いてニューバランスです。ニューバランスさんはですね、結構店内広かったんですよね。でこの辺ですね、996の海外モデルですね。はい。で、色で言えば、これですね。これ、オールレザーのものなんですけど、価格も高いのもそうなんですけど、多分ベジタブル担任なめしかな。レザーの質がめちゃくちゃ良かったですね。で、あとですね、ゆくゆく絶対欲しいなと思ってるんですけど、この X レーサーですね。X レーサーはちょっといつか手に入れたいなと思ってます。かなり軽くて履き心地も良さそうだったので、ちょっと目をつけてるお品です。この辺はですね、南町田のアウトレットとそう変わらないかなと思います。でこのコーナーがカラーリングがかなり良くて、996があったのかなこれですね。この緑と赤の分ですね。いわゆる廉価版の996ではあります。価格も抑えられてるんで、初めてのニューバランスには結構もってこいのお品物かなと思います。箱切りコーナーはやっぱりそんなに量はなかったですね。いいのも、正直僕の中ではあんまりなかったかなというような印象です。で、最後ですね、もう一回こんな感じですよということで、なんか2点買えばさらに 20% オフっていう、セールもやってました。で、アパレルコーナーが良かったんですよ、ニューバランスさんは。このジャケット、これがね、やっぱり買えばよかったなと後から後悔してます。で、このジャケットのシリーズで、ハーフパンツと、カゴパンツと販売してまして、これですね、このウィンドブレーカーが良かったですね。でちょっと僕が着てみたんですけど、これ M サイズですね。ちょっと大きめで結構良かったです。これ本当買えばよかったなと後悔してます。で、プーマですね。プーマさんは、僕正直そこまで詳しくないので、もうデザインでちょっと僕がいいなって思ったのをちょっといくつかご紹介しようかなと思います。やっぱりですね、スウェードがアウトレットで落ちてることが多いかなと思います。色味がね、やっぱりいいですね。プーマさんも、いつかはしっかり揃えなきゃなとは思ってるんですけど、その中でですね、スケートボーディングのタイプですね。これ5000切ってるんですよね。よかったです。でこれがカモフラ柄のスウェードですね。と、これも気になりました。めっちゃ軽かったです。これ履き心地良さそうでしたね。プーマは本当なんかカラーリングがめっちゃいいなというイメージです。これ厚底のスウェードです。こんなの出てるんだと思って初めて見ました。そうなんです。オンもね、あるんですよね。はい。で、リーボックですね。結構リーボックが僕の中では当たりかなと思います。アディダスさんの横に併設されてるんですけど、なんか、ザ・アウトレットみたいな感じで倉庫感満載でざっくばらんに積まれておりました。でこれですね、DMX1000 ですね。これもね、5000切ってて、これも本当買えばよかったなと、ちょっと後悔しているモデルです。
やっぱりポンプヒューリー系が多いですね。で、これがね、良かったですね。カラーリングが結構僕好みかなと、合わせやすいと思います。はい。ポンプヒューリーは僕ミタスニーカーズさんの別注モデルを持ってるんで、それぐらいしか履いたことがないんで、がっつり履いてみたいなと思います。で、最後がアディダスですね。アディダスはめちゃくちゃ店内広かったです。ナイキさんより広かったですね。ナイキさんの 1.5 倍ぐらいあるのかな。めっちゃ広い店内でした。はい。こんな感じで並んでおりますが、通路がね、広くてめっちゃ見やすいところでした。で、これが NMD かなの R1V2 ですね。NMD も最初出た時は、2015年、16年とかだったかなには、プレネとかもついてたと思うんですよ。僕も出た当初はすぐ買ったんですけど、最近は履いてないですね。ブーストフォームやっぱり履き出すと止まらなくなっちゃうぐらいかなり、いい素材なんで、履きやすいスニーカーが欲しいっていう方にはおすすめですね。で、オズウィーゴですね。やっぱりラフシモンズとは全然違うデザインですね。これなんかね、4000円切ってるんですよ。めちゃくちゃ安いですよね。これ気になりました。スタン・スミスなんですけど、これなんかよくわかんないんですよね。めっちゃ軽かったんですよ。終端も長いし、気になった一足でしたね、あれ。なんなんでしょう、あれ多分コラボとかだと思うんですけど、あとナイトジョガーですね。ソールがですね、玉むしり色。イディリセントとかっていうんですかね。よかったです。はい、以上でこんな感じとなっております。アシックスさんに関しては正直めぼしいものがなくて、なんとなく常にゲルマイがいつもあるなっていうイメージでしたね。その中でもゲルサガ、僕はアシックスの中で一番履き心地が好きなのはゲルサガなんですけど、ゲルサガの180ですね、が落ちてたのが結構気になったところかなと思います。で、ニューバランスさんは総じてそんなに南町田のアウトレットと変わらなかったんですけど、アパレルがめっちゃいいのが揃ってましたね。ちょっと正直買おうかなと思ってたものもあったんで、アパレル狙いで結構行ってみるのもいいかなと思います。で、一番僕の中で今回良かったなと思うのはプーマとリーボックですね。プーマは正直知識が全然ないんですけど、YouTuber さんでミノル鈴木さんが僕の大好きな YouTuber さんなんですけど、プーマをね、詳しく深掘りいつもしてらっしゃるので、ちょっと勉強しなきゃなっていうようなところです。リーボックもやっぱりポンプヒューリー系が多かったんですけど、カラーリングもちょっと特殊なものが多かったりで、見ていて、面白かったかなと思います。アディダスは何より店内が広いということに尽きるかなと思います。各サイズラスト1個だよっていうので、もうめちゃくちゃ半値以下とか、もうなんだったら3分の1とかで投げ売りされてるようなコーナーがあるんですけど、そこにやっぱりお客さんが集中してて、ほとんど商品がないような状況でしたね。やっぱり僕の中では驚きなのが NMD がやっぱりアウトレットに落ちてるんだっていうところがやっぱりびっくりですね。出た当初は本当にプレネがついてたぐらいなんで、ちょっとやっぱりもう皆さんに行き渡ったんだなっていうような印象です。で、ただ僕はブーストフォームすごく好きで、めちゃくちゃ履きやすい靴だと思ってるんで、本当にですね、なんか歩いてて疲れないスニーカーが欲しいっていう方にはすごくおすすめでございます。以上、今回も横浜のベイサイドアウトレットで僕が気になったスニーカーをご紹介いたしました。やっぱり感染予防対策でマスクをしなきゃいけないんですけど、代わりに熱中症にかかりやすいっていうリスクもあるので、本当にそれだけ皆様もご注意いただければなと思います。どうしても密になりがちではあるんですけど、ちょっとなるだけ他のお客様と距離をとって、何より店員さんの指示に従って楽しくお買い物をしていただければなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye bye.